どうもかなです。今日は国際物流総合店に向かいたいと思います。よし、まあ早速ぼちぼち向かいたいと思います。今日はね、自家用車で高速乗って向かいたいと思いますよ。おいしい。はい、高速道路乗っていきます。私はね、東京ビッグサイトに車で行くのは2回目になるんですけど、電車で行ったらって思いますよね、やっぱりいや、私もね、電車で行けたらいいんですけど、私結構公共機関がちょっと苦手でしてだから結構ね、割と都内とかでも車で行くんですけど、駐車場の料金がねすこぶる高いんで、電車の方が安いなって思ってはいるんですけどね。はい、今首都高ですねスカイツリーが見えますね。この日はね、天気も良かったから、本当だったらマジで電車で行けよって感じなんですけど、私荷物持って歩くのもちょっと嫌だなって思ってて、まあね、いろんな要因があってちょっと公共機関避けまくってますね。会場着きました。やばい、迷子なんだけど。見て、でっかい。ここね、1階とあと上にも2階のホールがあるみたい。乗り切れないね。見て、トラック協会とかあるよ。ほら、24年問題のやつよ。見て、トラナビ。みんな大好き、トラナビも出店してますね。会場自体はね、1回2回分かれてて、こんな感じで結構人いますね。だったこともあって、やっぱり視聴者さんにもね、なかなか会えなかったですね。はい、でこんな感じで、またフォークリフトなんですけど、こんな感じでね、いろいろね、やっぱりカメラとかセンサーとかがね、たくさん取り付けてありましたね。やっぱり安全第一っていうのもあって、人がいたら自動ブレーキがかかるようになってたりとか、どうなんですかね、実際使ってみないとね、どれぐらいのブレーキのかかり具合なのかなっていうのも気になったりしますね。はい、でこれは三菱重工さんで見てきたんですけど、やっぱりいろんなものがね、機械化される中で、これもまあフォークリフトみたいな感じの用途なんですけど、結構デザインもスマートですっきりしたデザインなんですけど、棚卸しとかそういうのに使えるのかなって感じなんですけど、これ結構2倍速かなで今動いてるの見てもらってるんですけど、このロボットの一番の機械の特徴としては、やっぱりね、顔がついてたりとか、人とねコミュニケーションが取れたりとかするみたいで、ロボットのね顔がついてるんですよ。目があって、ウインクしたり笑ったりとか怒ったりとか、人に対してねAI で読み取ってコミュニケーション取って、お疲れ様ですとか、今日も一日頑張りましょうとか、調子どうですかとかっていうのをね言ってくれるような機会になるみたいですね。ライブではないですね。はい、ライブじゃないです。だからちょっと間違っても何回大丈夫ですわかりました。すごい、結構早いですよね。早くピッキングとか、補充できますので、スピードがあるソリューションですね。
当に高くまで行けますね。今5メートルだけですけれども、設計的に、12メートルまで行けます。これは何キロまで積めるんですか？30キロまで。上行ったり下転がっていったりもするんですね。そう。正しい箱はどこにあるか知ってますので、正しい場所まで行って箱を取ってステーションまで、運びます。それは、多分本物システムですけど、ラックは、何万箱に入るラックですけれども、あとステーションがあるし、さまざまなコンベイヤーがあるし、ロボットピッカーも提供しますので、全体的に自動できますね。すごい。人はここだけですか？そうですね。ここもいますけれども、作業者が補充とか、ピッキングです。それは、メンテナンスゾーンです。ロボットはちょっと気持ち悪いなら、エリアまで、走って作業者を対応します。例えば、ロボットピッカー？ OK。うわそうですね。持ってきた商品を取って、出荷箱に入れます。で、出荷準備できますので、人間がいなくても OK です。可愛い名前が載ってますけど、ケタちゃん。ペタ？それはロボットの名前。ケタちゃん。それはクリくん。全部違うんですか？そう。みんなユニークな違う名前。そうですね。みんなユニークな。なんでですか？本当に意味がありますね。問題があればロボットの人生トラッキングできますので、ロボットの人生。オペレーターとロボットの協力、イメージとして名前を付けたっていう考え方もあります。それもあります。これはアクシちゃんかな。タクシー。はい、こちらのロボットはラックごと移動してるんですけど、どうやらね、柱にねセンサーが取り付けてあるらしくて、それで正確にロボットが動くみたいです。結構ね、いい速さでキビキビ動いてたんで気になったんですけど、iPhone と AirPods とかみたいな感じで、自社製品同士だとね、やっぱ相性が良くて連動性が高いみたいです。ブースお邪魔してます。どんな感じの会社ですか？そうですね、自動配車システムを提供していまして、運送会社の中で配車計画を立てている方がいると思うんです。配車係の。そう、配車係の方って頭の中でもどういう順番で行こうかみたいな、何とか経験でやられてると思うんですけど、たくさん選択肢があると思うんです。それを自動化しよう、そんなシステム。今人がやってるやつと配車マンってじゃあいらなくなるんですか？いや、いらなくはならないと思うんですけど、今 AI 出てきてるじゃないですか。チャット GPT も。なので、人の仕事をアシストするようになると思います。あくまでもサポートっていう感じですか？もちろんある程度自動化できるんですけど、でも最後のところやっぱり人が考えなきゃいけないことってやっぱりあると思うんですね。なので全部を代替するというよりもシステムがお助けするというかっていうふうに考えていただくと、なんか喧嘩にならないというか、配車係の方もなんていう能力を生かしながら働いていただいて、システム少し楽になって早く帰れるみたいな、残業とか減らしていただけるみたいな感じで考えていただけるといいかなと思います。ありがとうございます。はい、ということで、こんな感じでブース回ってきましたけども、じゃじゃん、喫煙所大人気ですね。私も一服したら車戻ります。はい、車帰ってきました。やっぱ厚底の靴で行くの間違ってるね。しゃあ帰りましょう。はい、帰りも安全運転で帰っていきたいと思います。私は割と乗用車でもね、トラナビ使ってますね。首都高とかだとね、結構ジャンクションが複雑なんで、トラナビだとめちゃくちゃ分かりやすいので使ってますね。で、今日もね、視聴者さんにたくさん会えたので嬉しい一日になりました。
今回のね物流展24年問題がテーマになってたと思うんですけど、24年問題について私の思う見解とか意見っていうのは別にあまりなくて、そのない理由としても私まだ物流業界に入ってから4年目5年目とかなんですよ。運送業界以外での就職歴がないので、その他の比較対象がないから、この労働環境自体が劣悪だって感じたことも一度もないし、当然だと思っていたので、いきなりなんか劣悪だし労働時間が長いからカットしましょうって言われてもはあっていう、まあ他の業種と比べてね長いなっていうのは分かってたんだけど、別にそれを苦に感じたことがあまりなくて、こういうこと言うのもあんま良くないのかもしれないけど、これから変わりますっていうこと自体もやってみたら分かると思うけど無理だよっていうのって分かると思うんですよね。だからやってみたらいいんじゃないかなって思っているタイプですね。今回の物流展とか行ってもいろんな新しい技術とか、それをカバーできるとか補えるようなものとかもいろいろ出てきたりとか、やり方が変わったりっていうのは、私的にはやっぱり歴浅がゆえ、それを早く情報収集して飲み込んで適応していくしかないのかなっていう側ですかねっていうのが今のところの私の24年問題に対する考えっていうか思いっていうか、そんな感じですかね。今後どうなるか不安の方が大きいですけどね、やっぱり。っていうことで、すごい地味な動画になっちゃったかなって思うんですけど、こんな感じで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。今日も明日もご安全に。バイバーイ。